雑談です。始まるです。はらせんということで始まりました原千ラジオ、陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、見ちゃったテレビのことなんかをお話ししております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をやってたんだろうか。土曜日だったんで、金曜日と土曜日の晩はね、カツ丼を食べるんですよ。で、だから土曜日だったんで、2日続けてカツ丼を食べてたんですね。それは なぜかと言いますと、カツ丼を食べるとね、これ、競馬が当たるんですよ、本当に。これは単純に、なんていうんですかね、こう、しきたりというか、ジンクスというか、ね、願掛けというか、そういう意味で、カツ丼を食べてるんですけど、さすがにね、この年になると、2日続けてカツ丼っていうのはなかなかね、こう、気が重いんだよな。ただね、当たるんですよ。で、昨日土曜日も、十分すぎるほど勝てましてね、素晴らしかったね、昨日の成績は。なので、しぶしぶ我慢してってことはね、今日はビクトリアスマイルです。ビクトリア、何でした？ビクトリアマイルね。はいはい。スはいらない。ビクトリアマイルなので、そう思ってカツ丼を食べておりました。あとは、そうですね、18日にある、水道橋博士さんの朝やんのね、オープニングができてたんで、ミーティングがあって、ズームでミーティングしていろいろ他もやってたんですが、今ちょうど読んでるんですよ。本をね、この分厚い、よいしょ読んでますよ。調子悪くて当たり前、近田春夫自伝。これね、いやね、分厚くて何ページあるの？400ページぐらいありますな。350ページぐらいあるんですが、いや本当にこの自伝家、西尾維新のね、あれですよ、伝説シリーズかっていうぐらい分厚い。伝説シリーズぐらい分厚いかな。なんで西尾維新さん好きな方はね、ぜひ手に取って、いただければなと思いますけども、面白いね。まだまだ前半の方しか読めてませんが、これ非常に面白いですよ。面白いというのは、すごい人生を歩んでいっている、自伝なんでね、あれですけど、それをこう今度ね、そのイベントで本人に直接聞こうじゃないか。あの話はどういったことだったんですかと、裏話はどうなっていますかね。本人は書ききれなかったところとか、実際本人からのね、言葉で聞きたいぞみたいなところを聞いていくと、おそらくこう近田春夫さんっていう名前を認識してる人はそんなに多くないというかね。ただね、耳にしてある曲っていうのがこれやたらめったら多いというのも、 CM ソングをやたら作っていましてね、これ絶対聞いたことあるよっていう曲ばっかりですよ、本当に。そんなところの話とかがね、やっぱり面白いと思う。ネットで転がってるインタビュー記事とかでも結構その辺に触れてて面白い話がいっぱいあるんですけど、一番有名なのはあれですね、黒ラベルの CM のあれ、レニー・クラビッツのギターリフをね、逆から弾いただけだみたいなことがね、ネットの記事でもあるんですが、本人も語ってるんですけど、それをね、実際に映像を拾ってきて聞き比べて、確かにそう聞こえると思うんですよ。比べて聞いてみるとね。で、じゃあつって編集できるじゃないですか。なんで実際にレニー・クラビッツのやつを逆再生して、
並べて聞いたところ、これはリアルに検証するとリアルな違いしか聞こえないんで面白くなくなるんで、一応ね用意した方が面白いかなと思って勝手に用意してたんですけども、順番にね一個ずつ聞いてちゃんとぽいぽいって思った方が似てるっていうのを気づいちゃいました。リアルなこう人間の補完能力ですかね、想像のそっちの方が、楽しい。リアルは現実はなんていうんですかね、リアルすぎてつまらないというか、つまらないってことはないんですけど、生々しいというかね、明らかな違いが目についちゃってこう補完できないからね、全然違うじゃないかっていう結果になっちゃうんで、これはやめときましょうと、作ってみて思いました。そんなことをしておりましたが、はい、もう時間が半分以上喋っちゃった。あれですね、見ました本当にコントが始まるよ第、4話かな、5話ですわね。ついにマクベスが解散を決意しましてね、これ有村昆さんじゃない、有村架純ちゃんが落ち込んでるわけですよね。でバイト終わるの何時だっつって、朝の5時に終わるまでじゃあ公園で待ってるよっつって、そのファミレスでは話さずにね、バイトが終わるまで待って公園に呼び出して告げるわけですよね。辛いですわ。僕も何度かねコンビが解散するっていう場所に直面しておりましてね、誰が一番か、松コバね、剣道小林と結城ロックがやった松口 VS 小林が解散する時も、あれどっちから先に聞いたかな、コバだったかな、コバじゃなかったな、松口だったかな。2丁目劇場の階段で聞いたりね、あとはジーメンスね、ジーメンスの、あとはモストデンジャラスコンビか、それもコバと、村越くんがやってたやつは、村越がねずっと俺やめたいねんずっと言ってて、こういつもうね、いつ死んでもいいというかね、もう早く死にたいから目つぶって自転車運転してんねんっていうぐらい、そんな感じのことをずっと言ってて、その時も解散も言ってましたねみたいなのがあるね。そうリアルにそういう経験があるだけに辛いですよ。でもね、身の長とかね、ありましたけど、でもその後の人生の方がまだ長いから、その決断はね、早まってるとかっていうのはないですよ。決断ができることがいいねっていうので、有村架純ちゃんがバイトしてるわけですが、そこでね同じように決断を迫られるわけですよ。こう社員にならない、いつまでもバイトで、そういったことが多方面で、そういう決断を迫られる回でしたね。で琴音ちゃんもいよいよ住むね家を見つかったっつって、これ出ていくぞと決断するんですよね。だからこれはなかなかすごくね、普段私生活でこうあぐんでいる、悩んでいるようなことがある方はね、これを見るとね、決断よし決めようと思える回なんじゃないかなって思いましたね。あと最後にね、コントのオチでね、コントで振ってドラマがあって、最後コントで終わる形じゃないですか。で最後に菅田将暉君がね、やめることが全てネガティブなこととは限りませんからって言うんですけどね、そういうことですよね。本当にやむを得ずやめるパターンと、
次のステップに進むためにやめるみたいなことはありますからね。確かにそうだなというのは見てて思いましたね。で、そうですね。いやー、面白いですね。本当に。次のね、金のの銀ののね、予告だけ流れてましたけど、もうベタな設定じゃないですか、そうコントのね。というのも、まあちょっとそれをどうあの3人がコントをやるんだろうっていうのが楽しみではありますが、非常に、毎回こう突き刺さるというかね、刺してきますよね。非常に面白いドラマではありますので、これはまあ、フール2週間だったかななんで、まとめてね、見たいから、これは終わった段階で、フールのその無料期間中に一気見してえなとは思いますね。あと、でも、ね、フールでやってる23時からの何でしたマクベス23時なんかあるでしょ。あれもちょっと見たいもんな。やっぱやり方うまいよね。っていうのを見てて思いました。あとやっぱ琴音ちゃんはほんと可愛いよね。どうしてくれる可愛いじゃないかってね思って見ておりました。ぜひまだね TVer で無料配信で見れますんで、ぜひ見てない方は見た方がそうだね、ものというかね、見た方がこう肥やしになるというか、それが今すぐ発芽する種ではないにしても、いつかどこかであの時のあのドラマのこんな感じだったなで決断を迫られた時にふと思い出せる内容なんじゃないかなと思って見ておりました。はい、というところでどれだこれか、ちょうど時間となりましたね。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。